そこそこ実力があるにもかかわらず名前が売れなくて自分がやりたいことができない人ってたくさんいるから、再生回数をどうね増やすかっていうことが目的化してるものじゃないですか。そうですね。それが本当になんかこうやりたいことなんだっけっていうのはすごく悩んではいますけど、作り手の側のなんか強い興味っていうか、そこからスタートするのが一番いいんじゃないかなっていう気はするんですよね。自分自身がちゃんとこう作れる人だっていうふうに社会に認められてからじゃないと始まらないなっていうのはあるんですよね。ドキュメンタリーにおいてどこがユートピアなのかなっていうのを思うんですけど。難しいですよね。そうなんですよ。なかなかないんじゃないですかね。そうなんですよ、なかなかないと思いますね。ユートピアはないんじゃないかな。僕はそれでユートピアを求めて、TBS ビジョンからまずは局員になることの方が、その道に行くんじゃないかと思って局員になったけど、結局テレ朝にはそういう場がなくて、やっぱり NHK だっつって NHK に行ったらおっしゃるような、ユートピアとはかけ離れた制作現場があって、で自分自身の作りたいものを作れる場所がどこかと思う時に飛び出るしかなかったっていうのが今結果で、今飛び出て、まだ2ヶ月しか経ってないんですけど、飛び出たはいいけどどこみたいなちょっと今路頭に迷ってる感は確かにしてるのかなっていうのは感じる中、こう大島さんご自身がこうドキュメンタリーを今作るんだったらこういう形で作るっていう何かこう一つの正解みたいなのが、それが一個ではないですよ、あれば伺いたかったな。地方局で、自分のやりたいことをやって作ってる方はいますよね。だから能登デモクラシーっていう伊沖部幸雄さんという監督ですけど、伊沖部さんなんかは本当にレアケースで、もうドキュメンタリー制作部っていうディレクターは彼しかいないところにいて、もうそれだけやって、ちゃんとお給料ももらって、作品番組が賞を取ったりして、で映画化もされてるっていう、超レアケースだと思うんですね。すごい幸せな人生ですね。海外にはいるのかな、そういう人も。そうですよね。マーケットがどこまであるかっていうのもあるじゃないですか。だからなかなかその映画にしても配信にしてもドキュメンタリーの場合っていうのはそんなにものすごいバズったりはしないので、本当国内の映画なんかだともうヒットの基準が100分の1とかですよね。いや本当にそうなんですよ。だからなかなかそういうユートピアっていうのはないんじゃないですかね。ある意味甘いところを求めすぎているのだとは思うんですけれども、でもリアクとかでもおっしゃってましたけど、そういうドキュメンタリー専門のプラットフォームを作ることを目指すっていうふうにおっしゃってて、これはもう私の世代よりもその井上さんの世代とか、あるいはもっと下なのか、そういう世代の方の役割としてあるんじゃないかなみたいな気はしますね。僕はリハックにはかなり批判的で、正直に言うと、これ日本の社会をよくしてるかしらっていうのはありますよね。それってどうなのっていうのがありますよね。だからとにかく目端が利くというか、再生回数はすごいのは分かるんだけど、でもそれを目指してるって公言してますからね。だから受け手の問題ももちろんあるわけですけども、それをどう受け止めるのかっていう再生回数をどう増やすかっていうことが目的化してるものじゃないですか。だからちょっと僕がこう目指しているようなところとはもう違うかなっていう感じかな。私なんかはこう作品主義的なところがあるので、同じだ、僕も言おうと。それが大
きいですかね。やっぱりなんかちゃんと、残るものを作っていきたいっていうのが、で残るものももちろんね時代とともに評価って変わっていくから、一概に言えないんですけれども、もう本当ねつい最近も会見しましたけど、私そのしおんさんとかのドキュメンタリーとかやっててもうこれダメじゃんみたいなもうなんか全然ダメじゃんこれもうもはやもうどこにも出せないしそもそも、もうなんてことをしてくれるんだみたいな感じなんですけど、だからねその残る残んないもいろいろなケースがあるんだけれども、基本はやっぱ自分なりの記録として自分がある被写体を見つめて記録として作品として残していきたいという気持ちが強いので、いやもちろん YouTube の対談だって残るものなのかもしれませんけど、ちょっとその私が考えるドキュメンタリーとは違うかなっていう。まさにちょっと僕も言おうと思ったのが、出させてもらってるしすごく感謝はしてるんです、あれでやっぱ知名度もそれなりについたっていうのもあったんで、それは前提に置いてそれは前提にある時にああいうなんかこう無編集なしでこう垂れ流すっていうものがこうはびこる文化っていうのはあんまり好きじゃなくて、やっぱり僕たちってやっぱちゃんと作品として編集していることに対してやっぱ誇りを持っているので、そこにやっぱ初めて作品性のなんか自分たちの主観がやっぱ宿るわけじゃないですか。だからああいうのがなんかやれ最近の風潮だとなんかこれ編集したものに対して素材はこうだって言われて全然意図と違うじゃないかみたいなことをやられたりすると、だからそうじゃないんだよなと思っちゃう部分もあったりして、それは事実がどっちかにあるなんて人によって事実とかファクトなんて絶対変わってきちゃうじゃないですか、見方や切り取り方によって。それをなんか上げ足取ったみたいにこう全部流したことによってそこがさも事実みたいになるのはちょっと危険だなとは思うんですよね。かといって編集も危険な多分行為だとは思うんですけども、でも僕がやろうとしているのはあくまでだからいつも主観を大事にしてるって言ってるのは僕のドキュメンタリーだから僕の思いっていうものを編集してるだけであって、なんかそこの意図がないものっていうものをなんか映像として僕も作りたいとは思ってないから、趣向は確かにすごく大島さんと近い部分があるなっていうのは確かにリハックに関しては感じるところではありますけどね。そういう意味では大島さんはテレビって今後どうなっていくと思いますテレビはまあ少しずつ下がっていくしかないですよね、やっぱりもうそうとしか言いようがなくて、ただまあコンテンツというか番組ですよねがじゃあ面白くなくなっているかっていうと決してそうだとは思わなくて、例えばドラマとかですごく面白い力の入った作品とかもありますし、ドキュメンタリーもそうだと思うんですよね。でそれでいうとテレビというシステムがダメになっていることの方が大きいから、その時間に見るっていうことが前提とされてるっていうことが大きいから、まだその作り手っていうところで言うとポテンシャルはあると思うんですよね。だからなんかそれこそ最近ね、それこそ NHK の火曜とか土曜とかにやってるドラマとかありますね、結構すごいね、優れてたりとかするじゃないですか。で朝ドラとかも昔みたいに確かに視聴率は取れませんよね。10世帯で10何%とか取ったらすごいねみたいな感じじゃないですか。でも例えばその私が入る前のフジテレビのトレンディードラマとかってもう 30% とかね取ってて、でも結構くだらないのやってたんですよねもうぶっちゃけだからその中身的に本当にどっちが優れてるのってその数字とその中身で、それも時代も違うし、ね、だから評価その比較はできないと思うんですよ。やっぱテレビというシステムの問題が大きいので、だからまあ作り手が今優秀な人たちが場所を変えてやっていくんじゃないかなっていう気はしますけどね。まだテレビに少しでも自分がそこで表現するメリットがあればやるでしょうし、そうですね。でそうじゃなければ違うところでやるでしょうし、だからこの間の私日本テレビの NNN ドキュメントっていうのは6年半ぶりにテレビ作ったんですよ。でもそこはここで出すメリットを感じたんですよね。それはちゃんと制作費ももらえるし、なおかつ大島さんの一人称でお願いします、これは全然いいじゃんみたいな深夜だけど、
全然いいじゃんと思ったからやらせてもらったっていうことだったので、そういうふうに作り手が選んでいけばいいんじゃないですかね。そうなんですよ。今そこがすごく僕も思っていて、何がっつったらやっぱテレビ局の局員が作ってる時代じゃないじゃないですか、もうすでに。だからそうなると結局作ってるの制作会社だったりフリーの方だったりするときに、その人たちにメリットがあるかどうかで、本当にそういう意味じゃ僕は逆にテレビって今脆弱な状態にあるなと、選ばれるか選ばれないかの、もう完全にテレビがある意味こう選んでもらいたいっていう風になっちゃって下手になってる状態が今のテレビの構図になっちゃってたら、多分僕はその状態の方が好きなんですよ。クリエイターがやっぱ上に行くべきだっていう感じなんですけど、でも全体の流れとしてそういう構図になっていっちゃったら、おそらくテレビってだんだんやっぱコンテンツも弱くなっていっちゃうんじゃないかなっていうのをやっぱテレビの人間としてやっぱ危惧はしていて、テレビが本当は選ばれてほしいですし、本当はテレビっていうところを憧れて僕も入った節なんで、やっぱテレビのやっぱ当時のこう映画を誇ってる時の時代に戻ってくれれば、それは僕だってテレビで放送したいよっていう部分もあったりするじゃないですか。そこの今なんていうんですかね、メリットがだんだんなくなっちゃってきてるのがちょっともったいないというか、さっきのリハックもしかりだからこそそういうメディアが出てきちゃって目立っちゃってる部分が、やっぱテレビがある意味不甲斐ないところがやっぱ YouTube の方でそういうモンスターみたいな番組が生まれてんじゃないかなっていうのが思うんですよ。確かにね、それはあるでしょうね。ただもうなんていうかな、そういうのって不可逆的なものだから戻ることはないですよね。で逆に言うとそのリハック的なものに今度そこになんていうかな、マーケットがあると思えばいろんな参入が起きてまた入れ替わってくるかもしれないっていう、多分そういうことなのかなっていう気はしますけどね。ある意味さっきの大島さんの話じゃないですけど、僕にはやっぱ大島さんほどやっぱ権威もなければブランドもないから、やっぱそういう外でのショーみたいなのが取れたらすごくやりやすくなるなってのはあるんですけど、片や僕みたいな人って結構いっぱいいると思うんですよ。そこそこ実力があるのにも自分で言うのもなんですけど、そこそこ実力があるにもかかわらず名前が売れなくて自分がやりたいことができない人ってたくさんいるから、だからリハックでも言ったみたいな、僕がそういうプラットフォームを作った方がいいんじゃないかっていう考えに至ってるだけで、僕だけが勝ち逃げできんだったらそれは賞取って僕だけやれればいいよっていうのは、僕一人のこうなんですかね、解決にはなるんですけど、なんかクリエイター全体の解決にはならない時になんか全体として良くないような気がしちゃって、それをやるとなんかいまいちになっちゃうんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。やっぱりそういう考えで作られている方も中にはいると思うんですけど、そのマーケティングでやろうとすると多分うまくいかないんじゃないかなと思って、やっぱり作り手の側のなんか強い興味っていうか、そこからスタートするのが一番いいんじゃないかなっていう気はするんですよね。いやもちろんあるのかもしれませんけどね、そういうのも。どうですかね。僕もどっちかって言ったらその大島さんみたいな派で、だから多分外に出なかったのかなっていうのを逆に感じてるから、マーケティングが必要なのかっていうまた揺らいじゃってる部分もあるのはあるんですけど、なんか難しいんですよねその辺。でも僕の趣向としてはそのマーケティングみたいにやるために映像は作ってるわけではなくて、やっぱ自分が作りたいものを作りたいってもうずっとそれしか言ってないんで、そのために突っ走るためにむしろ冷静になってマーケティングやんなきゃいけないのかなっていう側面があるだけの話で、根本はここをやっぱ実現させたいだけなんですよね、やっぱクリエイターとして。だからすげえ難しいんですけど、でも多分ネタとか選んだりとか自分がやりたい作りたいっていうものの本当に根源の部分、熱源の部分は本当にそこしかないんですよね。そうじゃないと取れないですから。まあでも本当ね、なんかやっぱり偶然の出会いみたいなのも大きいんですよね、ドキュメンタリーって。だからそうなんだよな。やっぱなんか狙って取れるね、狙ってうまくいくことってなかなかないんじゃないかなとか思うんですよね。今おっしゃったみたいにやっぱ偶然のところの産物が大きい中で、そんな偶然がいろんなところで起きてる人がいっ
ぱい集まるのかっていう不安があるから、なかなかこう踏み出せない部分もあったり、自分だけじゃ絶対無理なんで、そのチャンネルって。だからそうなった時の、だからその選択肢の中の一個にこう入ってくれるといいなっていうぐらいでかくはしないと意味がないじゃないですか。例えばノンフィクションなのか情熱大陸なのか僕が作るチャンネルなのかぐらいにまで行くと、多分いっぱい集まってきて、多分そこのチャンネルは回っていくとは思うんですけど、僕一人で作るのは絶対無理なことを考えた時に、そこがなんかちょっと横島じゃないですけど、どうすればいいんだろうっていうのはすごく考えちゃってるから、ちょっとある意味立花さんとかそういうところに走っちゃってる部分があるのかもしれないですけど、話題性をまずは一本目に上げたら、だいぶそこにはその振り向いてくれる方も多いんじゃないかとか、何でもやっていい番組じゃんこれみたいに思ってるのは、ある意味横島すぎるのかもしれないですよね。今で言うと本当にじゃあ僕が撮りたいやつなのって思った時に、人物には興味あるけど、だんだんこうどうやって作ればいいんだろうっていう部分の不安は確かに今抱いているので、いやアーカイブとしてありなんだったら全然、でもそこは本当にビジネスになってくるじゃないですか。そうなると僕は本当そういう意味じゃどこまでやればいいんだろうっていうのはすごく感じていて、やっぱ言うてもやっぱクリエイターなんでビジネスマンじゃないから、その辺誰かこう一緒にやってくれる人がいたら、例えば大島さんとのその交渉だったり、やっぱそこら辺には版権の問題もあったりするじゃないですか。なんかもう完全にビジネスになっちゃうじゃないですか。だから結局やるのが先になるから、もうとにかくやれよっていうところに今あるだけで、あとは僕のそのチャンネルが確かにリハクみたいな感じで、ある意味こうクリエイターがこう好まれるようなところになれば自然と寄ってくるかなとは思うから、もうやるしかないなっていうだけですよ。人がそういうものを見たいっていうのは止められないので、どうしようもないですよね。で、ネットフリックスとかでもすごい回ってる海外のドキュメンタリーってものすごい強烈な犯罪者とか、そうですね、そういうのってしょうがないんですよね。だから自分がやりたいかっていうのは別の話なので、ネットのドキュメンタリーのプラットフォームでいうと、ヤフージャパンが今ちょっと名前変わったかもしれませんけど、クリエイターズプログラムっていうので 10分ぐらいのショートドキュメンタリーをやってましたよね。やってました。あれもそのヤフーのすごい会社としての体力がすごくあるので続いてたけれども、結構その実際に単体であれが経済的に成立してたかっていうと意外と厳しかったんじゃないかなって思うんですよね。いや実際ヤフーに行ってる友達がいて、それは聞いていたんで、だからやっぱりなかなかドキュメンタリーのプラットフォームも難しいんじゃないかなっていう、難しいんですよね。だから今ない頭で考えて思い描いてるのはやっぱ権威性がまずは大事で、僕っていうものがそれこそ大島さんぐらいまで名前が売れたとしたら、それに対してのスポンサーがちゃんとついてきてくれて、でスポンサーがついてきたベースの中にサブスクでまたやるっていうのをすると、それなりの多分回転はできるのかなっていうのを考えている中で、それはない頭ですけど、でもとにかく何にも先にも多分自分自身がちゃんとこう作れる人だっていうふうに社会に認められてからじゃないと始まらないなっていうのはあるんですよね。そうじゃないと結局誰かにまたすがって、それはその人にすがることによって結局、例えば僕は大島さんにすがったら今度大島さんの多分配下になってるだけで、やりたい作りたいものが作りたいって、それって大島さんの配下なんだっけってなっちゃうんで、それは別に全然僕お仕事も一緒にしたいですし、大島さんと仕事するのは全然嫌じゃないとは思うんですけど、でもそこを目指すために辞めたわけではないから、だからそうなるとやっぱ自分がもっと大きくなって他の人に認められなきゃいけないっていうのを先にしなきゃいけないなと思うと、ちょっとなんていうんですかね、近道をしたくなって、立花さんに言ってるのかもしれないですけどなるほどね。でも立花さん自身も興味があるのも事実だから、そこら辺難しいんですけど、でもなんかすごいモヤモヤはしてます。本当にやらなきゃいけないことはすごく明確に分かってはいるつもりなんですけど、それが本当になんかこうやりたいことなんだっけっていうのはすごく悩んではいますけど、このドキュメンタリーの巨匠と言われる方たちがいる世代の下の僕の世代で、じゃあドキュメンタリーって名前をついてやってるディレクターってほとんどなんかだから
山崎さんはそうなのかもしれないですけど、まあ、でもなんかこう出てきてないっていうのはいないわけじゃなくて、いるんだけど出てきてないだけだとは思うんですよね。だから多分出してあげるところが必要なのかなっていうのも若干、なぜかって言ったらそれは自分にとってもいいことだと思うんで、これでも難しいのが、その批判とかも批評とか批判とかも本当は盛り上げるためにはちゃんとやった方がいいと思うんですけど、やっぱり生身の人が映ってるので、そのなんていうかな、作品を批判したつもりが映ってる人を悪口言ってるようになりかねないのがこのジャンルの難しさなんですよね。だから実は私もいろんな映画とかで推薦コメントのご依頼とか来るんですよ。で全部受けてるわけじゃなくてお断りすることもあって、でちょっとなって思うんですけど、じゃあそれを表に書いたり言ったりできるかっていうとなかなか難しくって、それはなんか嫌われたくないからとかいう理由じゃなくて、その批評とか批判厳しめに言うことによって、監督にはこっそり言うのはいいんだけど、そう被写体がなんかまるで悪いかのようなことになってしまうと、そうですね、ちょっと変なことになるじゃないですか。確かにその人の人生否定してるみたいな感じに、そこがね、結構難しくて、その批評も言いづらいんですよね。その辺は確かに本当だから大島さんがめちゃくちゃ大人で、原さんとかもうバンバン言いますもんね。言います、そう言いますよね、すんげえ批判するけど、それってその取材相手も批判してることに、原さんが微妙なのは正直でいいとも言えるんだけれども、時々なんか自分がマウントを取るために言うみたいな結構ね、ありますね。原さんはねそれがあるんですよ。ありますよ本当に。微妙なんだよな。確かにそれはありますね。じゃあどうすればこうクリエイターたちが底上げになるんだろうっていうのは、やっぱ裏でめちゃくちゃ言われてきたりとか、やっぱ自分で感じてる人はいますけど、やっぱ裏でいろいろ言われてきてるからみんなこう成長するわけじゃないですか。それがなんかもう最近ハラスメントとかも含めてなかなかない環境の中でどうやってクリエイターって育つのっていうのは、それはありますよね。ただまあ見てる数はねそんなに多いわけではないですから、ただまあ劇場でかかったものがまたね配信プラットフォームに乗っかったりとかしていってはいるので、まあ去年だと本当にどうすればよかったかっていう結構もう驚きのヒット作といいますかが出たので、まあもちろんあれも作品の内容自体についてはいろんな賛否があるんですけれども、ああやってこうドキュメンタリーにね興味を持つ人が増えるきっかけにはなると思いますんで、いいことだなっていうふうに思いますね。だからまあ一回りぐらいの下の方がもっとこれから中心になっていって、さらにそれよりも下の人とかと一緒にやっていくみたいな感じがいいのかなっていう気はしますし、もう私もねもう50代半ばになってしまってるので、やっぱりさっきね作品性みたいな作品主義的なって言いましたけど、やっぱりどうしてもなんていうかな、以前若い頃に思ってた良きものみたいなの頭にが抜けない部分ってあるんですよね。でそれが良きテレビドキュメンタリーだったり良きドキュメンタリー映画だったりみたいなところはどうしてもあるので、じゃあ配信でいいものってなんだろうみたいなのは多分皆さんの世代よりも感度が低いと思うんですよ、正直言って。だからそれはもう時代とともに変わっていくのは当たり前なので、ぜひ期待したいですね。最後になんかまとめた感じのがすごく申し訳ないなと思って、すいません言わせたみたいで、本当にもう僕はあれですね、本当大島さんとか名だたるこう巨匠の方に早く追いつかないといけないっていう、ただ本当ポットでの元テレビマンなんで、本当作って証明していかなきゃいけないなっていうのもあるんで、これからも勉強させていただきたいなっていう思いしかないですね。これを機に本当にちょっといろいろお勉強させていただきたいです。こちらこそです。いや本当に嬉しいです。お会いできたことが嬉しい。